皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の22日月曜日ですね。時間が比較的早くて、日本時間の夜の9時19分ということで50分ぐらいですね。予定よりも遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日ですね、投開票された参議院選挙の総括1として、2019年7月参議院選挙の私の予想と、それから実際の結果を比較しながら、私の予想が外れたんですけど、なぜ外れたのかということを考えてみようということなんですね。その第1回目ですね。ということで今日の放送を始めます。最初の放送はですね、そっか。あ先週の金曜日の放送の中で取り上げたメインテーマ、日銀は明日にも国債をすべて変えると主張するケルトン教授の MMT 現代金融理論は、借金は有限の実物価値を担保にしたものという基本概念を無視したとんでも理論だという、テーマだったんですけど、ちょっとこれの、画像のプリントをですね、また忘れてまして、今ちょっとプリントアウトしますね。そうか。ちょっと今日はあれですね、プリントアウトできないですね。明日に伸ばしますね。すみません。画像がアップされてないですね。この MMT 理論の提唱者の一人として、最近登場したこのケルトン教授という、ニューヨーク州立大学の経済学の教授ですね。美人ですけど、彼女の理論はとんでも理論だということで、ちょうど、私の意見ですけど、とんでも理論の自称国際政治学者っているじゃないですか。三浦瑠麗とかなんかいうとんでも理論国際政治学者、この2人っていうのは非常に似てると思うんですよね。要するに基本的な概念とか、あるいは三浦瑠麗が得意としている本来は両立しないような概念を無理やりくっつけて、彼女が得意な方法なんですけど、そしてああだこうだというへりくつをですね、長ったらしく付け加えるという方法っていうのは、このケルトン教授の MMT と同じなんですよね。で、三浦瑠麗の得意なのは、要するに彼女が言ってる、平和のための徴兵制ということを言ってるんですけど、平和と徴兵制という概念は基本的には両立しないんですけど、この両立しない概念を無理やりくっつけて平和的徴兵制という、平和とそれから徴兵っていうのは戦争のために、
兵隊を募集するということなんで、戦争のためなんですね。だから平和的徴兵制っていうことは概念的にありえないんですけど、彼女は無理やりくっつけて、そしてああだこうだというのとそっくりなんですね。笑っちゃうんですよね。で、2人に共通しているのは、見栄えがいいと、美人であるということで、やはりこういう人物をですね、やはり、世界支配階級はその都度ずっと見てて、これは利用できるなということで、変な理論を唱える見栄えのいい女性をピックアップして大々的に売り出すという、共通点があるんじゃないかなというふうに、私の主観ですけどね、私のオピニオンですけど、そういう感じしますね。何でしたっけ。そっか。ということで、今日はその表紙のプリントアウトがちょっと間に合わなかったんで、とりあえずメインテーマ、だから彼女の基本概念がもともと間違ってるから、いくらその後長ったらしい論理展開しても全部間違ってるんですよね。最初は間違ってる理論というのは、最初の概念、基本概念が間違っている理論というのは最後まで間違ってるんですよ。という基本概念を無視したとんでも理論だということですね。砂月金さん、初めてのご覧の方へということで、いつものあれですね、一行コメントは、集団嵐があったために禁止ですと。このキャスの目的は情報の拡散共有ですので、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。それから初耳さんコンティニューコインがいつもたくさんのコンティニューコインですね。12345 6枚ありがとうございます。砂月金さんコンティニューコイン、初耳さん6枚じゃない、123123456 7枚ですね。それで初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。砂月金さんも今日のメインテーマリツイートですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。土山純一さんがお茶バクテンとコンティニューコインが2枚ですね。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。そうですね。それからこの放送の前ですね、ミルキーさん、不正選挙について対策ができない状態で、どのくらいの民衆の民意が反映された選挙結果が出るのか、私は悲観的ですということですね。からミルキーさん、専門家は数十年後には移民人口が欧州自国民を超えると言ってますと。私の予測は30年後になりそうと。民主主義が破壊されると懸念してますと。それが支配階級が望んでいることでしょうと。ミルキーさん、フランスで2人の妻と20人の子供がいる移民家族が無料の住居と子供手当で生活している記事を読みましたと。20人の子供って1人おそらく月1万円ですから20万円ですよね。それで住居がタダっていうと、もう全然働く必要ないですよね。父親は部屋の数が少ないと不服を申し立てるということでしたということですね。でも妻2人と子供20人って言ったら、でもそうたくさんはいないんじゃないですかね、こういう案件は。ということと、アフターマッチさんがお茶ですね。砂月さん、三浦瑠璃の老若男女を問わず平和的徴兵制、貧富を問わずとは言わないところがミソと、政権批判しながら自民党に投票という三橋
高明氏もまた同じと、木に竹をついた不自然さという、そうですね、三橋貴明なんかそうですよね、完全にこう表は安倍批判してますけど裏でつながっちゃってるというイルミナティ研究会コンティニューコンですねが2枚ですね。ありがとうございます。ということでそうか。それで次が今日が最終日なんですね。これ朗読の日本が自滅する日と石井幸喜さん第115回目で最終回です。で、今日読むところがですね、最後の終わりの後半部分ですね。先週の金曜日全般部分を読んだんですけど、今日は終わりにベルリンの壁の向こう側と2の2ですね。ここを読もうと思います。私が日本のベルリンの壁を発見したきっかけになったのはあることと述べたが、それは次のようなことであったと。平成6年、中小企業の建設会社をやっている私の友人が銃と公団の永全の工事に入札しているが、いつも決まって公団の子会社である日本総合住生活株式会社が落札し契約してしまうと。我々に圧力がかかって全く仕事が取れないという話をしたと。銃と公団は国の特殊法人だと。税金でやっている特殊法人が子会社を持っている。もしそれが事実だとすれば公金横領だと。それを合法化する法律があれば何をか言わんやであると。私はこれは変だと思って早速建設庁当時政府委員室の担当者に連絡した。すると建設庁住宅局の担当者が来た。銃と公団は子会社を持っているのかと尋ねると、子会社への出資は法律で認められているというと。そこで子会社があるなら公団の出資額や子会社の資産収益等の財務資料を提出するよう求めたと。建設省側は当初私企業のことなので役員会の議決が必要などと言って、渋っていたと。私は税金の使い道を隠すのかと迫ったと。結局建設省はそれからかなりの日時を経てそれらの数字を持ってきたと。それを見るとなんと公団が出資して作った株式会社が24社、出演して作った営利利用の財団が6法人も記載されていた。その後さらに増えたと。営業収入はそのうち5社だけで2000億円。公団からの天下り役員は子会社全体で100人を超えていたと。これらの中に確かに日本総合生活株式会社があったと。社長の有賀氏は建設省から公団、そしてこの会社と渡り鳥してきた人だと。帝国データバンクで調べてみたら売上は1600億円で、住宅関連サービス部門では全国7001社中第2位。これらの事実を知ったとき、私は暗い大きな洞窟を発見した思いがしたと。次に取った行動は公団に対して全ての修繕事業の契約先一覧を要求することだった。公団はこれに対し膨大な作業なのでデータを揃えるには数ヶ月かかるというと、私はやむなくそれでは東京支社と関東支社の5000万円以上の契約のみ1年分として集計してもらったと。これが出てくるまで約1ヶ月待ったと。これを見てまた驚いたと。東京支社でいうと年間100件程度の発注契約のうち、なんとその7割が日本総合生活株式会社に与えられていたのだと。その他の契約もほとんどファミリー企業へ行っていると。関西支社では8割を日本総合生活株式会社が占めていることが後で分かったと。私はこの実態を国会で取り上げ、新聞も報道したと。平成6年10月26日だった。それまでは良いことしか語らずもてはやされてきた特殊法人の実態が国会で初めて追及されたのであると。その後私は他の91の特殊法人、現在は77についてもう片っ端からそれらの子会社、孫会社、天下り、放満経営などを調べ上げたと。公益法人も調査したと。規模の大小あるが各省庁ごとに権益
となって全国ネット同族会社など民間の大企業と同じような系列形態になっていることが分かってきたのであると。これにはまた国会議員の利権の縄張りも絡んでいることが政治資金関係の調査で分かった。この姿は間違いなく政策と金と法によって確立された日本国のシステムなのであると。この国は法そのものが正義を失い、舵取りの効かない状態に陥っていると。人のものを取ってはいけない、公のものを死してはいけないという基本法の鍵が各省庁所管の法律によって人のものは自分のもの、公のものは私のものになっているのであると。法が法を犯すとき、国は末期を迎えやがて滅んでしまうと。今こそ権益に組み込まれていない圧倒的多数の国民の手によって既存の体制を覆し、国民のための新しい体制を作らなければならない。これが革命であると。私が本書を表したのは21世紀日本の市場経済革命に捧げるためであると。本書に著した私の主張は私の8年半の国会議員活動の決算でもあると。本書において私は私自身の調査に基づいた事実とその検証に立った判断と主張を述べたと。私はこれらの全てに自信を持ち責任を取ると。本書は出版が決まってから1年半もかかって完成したと。それ以前国会活動の傍ら書き綴ってきた時期も合わせると3年ほど経過してしまったと。この長い日々の間に出くわしたさまざまな出来事は私にとって忘れられない。その中で国会の中の些細な話を一つ二つ紹介しておきたいと。国会議員は人にもよるが、ウィークデーは会議や委員会、部会、取材の来客などに追われてあっという間に過ぎてしまうと。土曜日は地元の行事などがあると。私もそんな具合だから、原稿書きや書類整理、質問準備の時間は土日の空いた時間か平日の夜しかないと。ところが議員会館は土曜日曜と平日の夜は玄関が閉まってしまうと。閉まっても通用口から出入りはできるし、静かで書類資料も置いてあるので、私は常に議員会館に来て仕事をする。しかしその夜の1時を過ぎると、警備係から再三電話が鳴って、仕事はまだかかりますかと言ってくれと。早く帰ってくれとの催促だと。辛いのは真夏と真冬だと。普段でも土日、祭日は冷暖房を入れない。休会日は平日も一切入れないと。だから夏の暑い季節は裸になって自分で持ち込んだ除湿機をかけるのだが、それでも南向きの私の部屋ではうだってしまう。冬は厚着をしてしのぐと。実に仕事がしにくいところなのだと。もう一つ考えないようなことがある。委員会館で土曜日曜日にしばしば停電があることだ。月に1度か2度は必ず停電すると。中でも平成13年4月末から5月にかけての連休は10日間の長期停電だったと。世の中では今時停電の話はほとんど聞かれない。私はなぜそんなに電気工事ばかり多いのかと文句言ったものだと。その連休中は私の小さい部屋にだけ廊下から電線を引っ張って仕事ができるようにしてくれたが、今時日本の国会のようにやるべき仕事に配慮がなく、効率の悪いところも珍しくないと。これも政治がいまだに官依存で、政治本来の仕事がないがしろにされているからが原因だと。国会改革もあれこれ議論されているが、何といっても政治そのもの、もう少し国民の未来に奉仕する名誉あるものに生まれ変わることが先ではないだろうかと。日本の政治文化はいずれにしても国民の手にかかっていると。本書はこうした姿でできるまで多くの方々の協力が不可欠であったと。全国各地で公共事業に従事したり市民運動に取り組んでいる方々には多くのことを教えていただいたと。また各省庁とその関係の方々にも快くデータや資料の作成に時間を割いていただいたと。国会調査室の職員諸氏も含めて彼らの協力によってこそ本書の内容に具体性を増すことができたと思っていると。刊行にあたっては本の構成や整理に貴重なアドバイスをいただいた元朝日新聞論説委員でジャーナリストの岡田寛治氏、 PHP 研究所副社長の江川勝彦氏はじめ再三再四の過失修正に労を惜しまずご協力くださった出版部編集長の今井明宏氏、
細谷節子氏に深く感謝を申し上げたいと。本種が一人でも多くの人々によって読まれ、日本再生の力となることを願い、筆を置くと。平成13年12月と。2002年ですよね。石井幸喜で終わりです。ということで、めでたくこの本の朗読を終わります。K さん、コンティニューコインですね。ケルトン教授のスケルトン理論、なかなかいいですね。ということで、今日の朗読したところだけでもアップしますね。この本は素晴らしい本ですよね。だからちょっとこれマイナス10な内容を再度精査する必要ありますね。ということです。ということで今日のメインテーマですね。今日のメインテーマは参議院選挙の総括1ですね。2019年7月参議院選挙の私の予測と実際の結果を比較しながら、なぜ予測が外れたのかを考えてみたということなんですね。で、私が選挙戦が始まった当初からですね、4月21日の投開票の今回の参議院の結果はこうなるだろうということで、かなり大胆な予測をしてたんですね。イルミナティ研究会さん、途中参加ですが、石井幸喜氏の思いが伝わってきますと、最初から読んでみようと思います。そうですね。これはその価値十分ですね。特に特別会計が一体どういうもんかっていうことを総合的に鋭く分析した本はこの本ぐらいしかないんじゃないですかね。で、私の予測、安倍自民党の議席数は改選66議席から29議席失って37議席になるという予測をしたんですね。でも、昨日投開票された実際の結果、自民党は改選66議席から9議席失って57議席になった。だから29だと思ったんですけど、私は予測したのが29議席失うとなんですけど、9議席にとどまったと。から2番目の予測、公明党創価学会の議席数は改選11議席から3議席失って8議席になるということだったんですけど、実際は改選11議席から2議席増やして13議席となると。で、これが不思議なんですよね。で、これなぜ不思議だというと、自民党が9議席を失ったというのは参議院選挙の比例の投票の総数ですね。これは自民党がですね、前回2016年の参議院の比例得票数から比較すると240万票少ないんですね。今回は1771万票だったんですね、自民党。前回2016年、よりも240万票減らしてると。だから前回は2000万票ぐらいあったんですけど、自民党は今回、240万票減らしてるから、9議席減ってるということなんですね。で、公明党創価学会は今回比例、総数得票総数は653万票なんですね。で、前回よりも100万票減らしてるんですよ。で、前回よりも100万票減らしててもなんで2議席プラスになるのというのが不思議なんですね、これ。
普通は議席も減りますよね。でこの100万票を減らす中に、例の野原さん、が20万票取ったんですね。ですからこの100万票っていうのは大きいんですよね。前回2016年には750万票だったんですけど、今回は100万票減らしているということで、創価学会のいわゆる活動会員という人たち、何人いるか分かんないですけど、おそらく100万人ぐらいいるとすると、そういう人たちがですね、高齢化しているということと、それから野原さんみたいに真っ向から現在の創価学会、公明党創価学会を批判している人たちが登場したということで、今まで潜在的な批判書がですね、このように、はっきり分かる形で、固まって出てくるということで、今後もあと3年後に、参議院選挙があって、あと1年か2年後にですね、衆議院選挙があるということなんで、これからの公明党創価学会っていうのは毎回票を減らしていくでしょうね。ということで、ですから私が予測として創価学会、公明党創価学会は現有再選議数11のところを3つ減らして8になるだろうというふうに言ってたんですけど、逆に2プラスになって13になっちゃったっていう、100万票減らしてなんで、議席が2つも増えんのという、これ不思議ですよね。なんか不正があるんじゃないかということかもしれないですね。ちょっと分かんないですけどね。ということで、なんだっけ、そうか、私の予測ですね。1と2で3で、ですから自民党と公明党を合わせた議席数は非改選73議席、じゃないや、自公を合わせた議席数は私の予測では改選77から32議席失って45になるだろうという予測したんですね。で内訳は自民党が29で、公明党創価学会が3ということですよね。だから32を失うだろうと、45になるだろうと。で実際は改選77から6議席失って71になったということなんですね。で4つ目の私の予測で、自公の総議席数ですね、非改選73を加えても私の予測では118議席にしかならないだろうと。ですから参議院の定数245の過半数123には到底及ばないと、5議席足んないよということで過半数割れするだろうということなんですけど、実際は過半数割れどころじゃなくて18議席、超えちゃったんですね。非改選73を加えて141になるということで、過半数の123議席を18議席超えたということなんで、彼らはこれをもって勝ったって言ってるんですね。で私の次の予測、5番目の予測、安倍晋三は辞任すると。で結果は安倍晋三は続投すると。勝ったと言って続投するという結果になったんですね。じゃあなぜ自民党の獲得議席数が私の予測の29ではなくて9議席にとどまったのかと、この原因をちょっと考えてみたということで、3つ理由があるだろうと思うんですね。で最大の理由は何かというと投票率ですよ。異常なほど今回の参議院選挙の投票率は 48.8% という異常なほどの低投票率だったと。これは戦後2番目の低成長なんですね。
で私がこの予測のモデルにした2007年の安倍第一次内閣の時の2007年7月28日に行われた参議院選挙で、自公が大敗したんですね。そして、安倍晋三は最初は続投すると強がり言ってたんですけど、結局は首相を辞任して、放り投げたというのが2007年の参議院選挙なんですね。でこの時の投票率は 10% 高い 58.8% だったんですね。で今回の参議院選挙で投票率が異常なほど低かった。そのために政権与党に批判的ないわゆる無党派層ですねの批判票が野党に流れなかったということですよね。ですから投票率が低ければ低いほど自民党とか公明党、創価学会というのは組織票に頼ってますんで、彼らが有利になるということなんで、この 48.8% という異常なほどの低投票率がこの私の予測とからを実際の結果との違いを生じさせたというふうに私は見てるんですね。でこの 48.8% の異常なほどの低投票率というのは偶然なのかという問題なんですけど、これは偶然ではないということですね。これは何かというと、自公政権と電通と大手マスコミ、特に NHK と在京民放5社が一体となって投票率を意図的に下げるために参議院選挙報道の数を大幅に削減したということなんですね。ですからテレビが報じなければ選挙が盛り上がるはずがないということで、この戦後2番目の異常なほどの低投票率 48.8% っていうのは意図的に仕組まれたんだと。低投票率にすれば組織票に強い自民党と公明党創価学会が勝てるという目的のために、自公政権と電通と大手マスコミ、特に NHK と在京民放5社が陰謀的に、やったんだというふうに私は見てるんですね。でこれに関しての、記事があるんですね。日刊現代、後でトピックスで取り上げてますけど、全文を。でこの文章の中の関連のところだけ抜粋したんですね。で、このタイトルは会見だけは阻止した、参議院選与党過半数でも波乱の予兆ということで、上中下なかなかいい記事なんですけど、これ全部私は今日のトピックスの中で、取り上げたんですけど、この上の中で、このことを言ってるんですね。抜粋です。ジャニーズ吉本で大メディアが選挙報道をスルーし、空前の低投票率という漫画と、それにしても全く盛り上がらない選挙戦だった。前日期日前投票は参議院選では過去最多の1706万2771人に上ったが、投票率は戦後2番目の 50% 割れと政治不信が直撃したと。1995年の 44.52% に次ぐ 48.80% に低迷したということですね。でそれにしても全く盛り上がらない、組織票を握る自公与党に有利な状況をお膳立てしたのはテレビを中心とした大メディアだと。公示以降選挙そっちのけでテレビがこぞって垂れ流していたのがジャニー喜多川去年87歳の訃報や吉本興業の闇営業騒動だったと。法大名誉教授の
須藤春夫氏メディア論が言うと、都合の悪い情報に神経を尖らせる安倍官邸の脅しに屈した印象ですと。総務省に許認可権を握られているテレビ局は14年の衆議院選で自民党から選挙期間中における放送の公平中立を求められ、16年には総務大臣が停波を示唆する、電波を止めちゃうんですね。停波を示唆するなど露骨な圧力を受けてきたと。テレビ番組を調査分析する M データ社によると、地上波の NHK と在京民放5社の参議院報道は激減と。公示日の4日から15日までの選挙に関する放送時間は計 23.54 分で、3年前に比べ6時間43分も減少したと。特にニュース報道番組の減少が目立ち、全体で3割減、民放に限っては約4割も減らしているという。これですよ。意図的に投票率を下げるような陰謀的な企てが自公政権と電通と、それから大手マスコミ、特に、テレビの影響が強いですからね。これなんですね。そして、3つ目の理由、野党第1党の立憲民主党枝野代表と第2党の国民民主党玉木代表が今回の参議院選挙の最大争点を憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返す安倍自公政権の打倒に絞って戦わなかったからだと。彼らは政権交代とか自公政権打倒とか、我々が自公政権を打倒して、国民のための政権を作りますよということを一言も言わないですね。個別の問題だけ言ってるんですよね。年金の問題とか消費税の問題とか、あるいは家計学園の問題とか等々の個別の問題だけに、だけを追求して、要するにその元凶としてもう7年間もですね、独裁的な悪行を繰り返すと、憲法破壊を繰り返し、アベノミクスをはじめとするさまざまな公金横領を含む権力犯罪を公然と繰り返すこの自公政権はもう終わりにしましょうよという呼びかけを一切してないんだね、彼らはね。でもしも彼ら立憲民主党と国民民主党の野党が自公とガチンコで勝負したれいわ新選組山本太郎代表と同じく安倍自公政権打倒を正面から掲げて身をもって戦っていたならば、投票率は上がって、自公票を大幅に減らしていただろうということだね。で、さっき言いましたように自公の比例得票数は前回2016年よりも大幅に減ってんですよ。で、自民党は比例代表の総得票数が1771万票で、前回16年の参議院選挙よりも240万票も減らしてるんですよ。で、公明党創価学会の比例得票数は653万票ということで、前回2016年の参議院選挙よりも100万票減らしているという。だからこの今回の参議院選挙っていうのは自民党で自公にとって敗北した選挙なんですね。それをマスコミ等々がだから66が9議席も減ってるんですよ、自民党は。そして、不思議なことに100万票も比例、得票数で減らした公明党創価学会がなぜか2議席も増やしてるっていうのは一体何なんだと、こういうことですよね。不思議ですよね。不正選挙があったんじゃないのというふうに思わざるを得ないですね、これね。というのが今日の参議院選挙の総括の1です。
で明日は2ぐらいやりたいと思いますんで、砂月さん、高則さん、なんか目がしょぼしょぼしてよく見えないですけど、参議院岩手選挙区車椅子で候補、これで新選組のお二人と合わせて、そうですね、障害者議員さん、そうですね、パラリンピックの選手だった人ですよね、横澤貴則さんという。だから今回はあれですよね、争点がはっきり野党統一候補で打ち出した東北の宮城でも勝ってるし、岩手でも勝ってるし、青森は負けてるんですね。青森と福島が負けて、あとは全部勝ってるんですよね。新潟、山形、秋田。要するに争点をはっきりさせて、真っ向この安倍自公ファシスト政権を打倒するんだということを高らかに宣言して統一候補で戦ったところは勝ってるんですよ。それをしてないで唯一やったのが令和新選組山本太郎240万票取ったんですね。おそらく私の感じだとあと来年再来年、衆議院選挙があると、そして3年後にまた参議院選挙があるということで、あと今から10年以内に私は山本太郎を主犯とする本物の野党政権が日本にもようやく誕生するんじゃないかという、そういう気がしますね。というのが今日のメインテーマでした。ですから決して悲観することないんですよ。これはもうマスコミ、自民党、安倍自公ファシスト政権、彼らが勝ったと言ってるんですけど、実際は自民党が240万票も減らし、公明党創価学会が100万票も減らし、そして自民党が9議席も減らし、なぜか公明党が2議席増やしているという、そして野党がだらしないと、既存の野党が真正面から自公ファシスト政権の打倒が今回の参議院選挙の最大争点ですよという提起をしてこなかったということなんですね。それと今回、私の予測とから結果がずれちゃったということの最大の原因は異常なほどの低投票率ということで、これは意図的にテレビを中心にして参議院選挙の報道をしないと、もうはっきりしたんですね。で、令和新選組のことは一切取り上げないと、オリーブの木なんか全然相手にしないということで、完全にマスコミは彼らをシャットアウトしたと。これは偶然ではなくて、これはもう自民党、公明党、創価学会、そして電通、そして大手マスコミ、もうこぞって、共犯関係にあるんですね。で、彼らがマスメディアを媒体を独占してますんで、どうにでも使えるということなのね。ですから令和新選組あるいはオリーブの木等々はネット媒体を使って、今回の選挙戦を戦って、大きな成果を上げたということでしょうね。今日のメインテーマ、ポイントだけでもアップしますね。だから今回の参議院選挙で、2007年の7月の参議院選挙で、自公が大敗して、安倍が首相の座から降りざるを得なかったというあの時と同じ 58.8%、今回よりも 10% 投票率が高ければですね、
同じような現象で私の予測が当たってたと思いますね。で、私の予測と結果、自民党29減、実際は9議席減と。これですね。29議席予測したんですけど、実際9議席しか失ってない。でも改選66から9議席も失ってるんですよ、自民党は、安倍は。これ大手マスコミ一切言わないですけど、これはもう大敗ですよね。9議席も失ったと。そして、比例の総得票数が240万分も減ったというのは、もう安倍自民党の大敗ですよ。そして、公明党、これが分かんないですね。なぜ2議席も増えちゃったのと。私の予想だとマイナス3なんですね。だから240万票減ってるってことは3議席ぐらい減ってんじゃないのと言うんですけど、なぜか2議席増やしちゃってると。これ不思議ですよね。なんでだろうと。で、自己を合わせた数は合わせると32議席失って自己を合わせて45になるだろうということですね。でも実際は6議席しか失わなかったと。で71になったということですね。それで、過半数を私は割り込むと、自公を合わせてという予測だったんですけど、マイナス22、12か。自公合わせて、非改選73議席を加えても118で123に届かないという予測だったんですけど、実際は141になって18議席も超えちゃったということなんですね。そうですね。当選できなかったが公明党の票を減らした功績は野原さんですね。20万票取ったんですよ、東京で。すごいですね。で、安倍晋三は辞任するだろうという私の予測ですけど、彼は勝ったと嘘をついて続投を宣言して、自分の任期中に憲法改正発議をしたいと、国民投票にかけたいと、2021年9月までにやりたいというふざけたことを言ってるんですね。ということです。そしてそっか、それでなぜ私の予測が結果と違ったのかと。なぜ自民党29じゃなくて9議席にとどまったのかと。それには3つの理由があるんだろうということですね。で、最大の理由は低投票率ですよ。異常なほど低い投票率 48.8%。
本来だったら 50% 以下の全ての選挙っていうのは無効にしてやり直すべきなんですね。 50% 以上じゃないと有効じゃないと。で第一次安倍内閣の2007年7月に行われた事項が大敗して安倍首相が辞任した第21回参議院選挙の時は 58.8% だった。 10% も多かったんですね。 10% ってことは1億人の有権者がいるとすると1000万人です。1000万票ですよ。で今回の総選挙で投票率が異常なほど低かったため、政権与党に批判的な無党派層の票が野党に流れなかったということですよね。それで自民党と公明党が得意な組織票が有利に働いたということです。だから彼らにとって投票率を下げるってことが自分たちの勝利につながるんですね。それを実際やったんですよ。今回はマスコミ電通と共謀して。でもしも今回の総選挙参議院選挙の投票率が2007年7月の投票率と同じ 58.8% だったら約1000万票の無党派層の票が多くがですね野党に流れただろうと。だから投票率が上がってでかつ自民党自公票を減らしたという結果になっただろうということなんですね。で、問題は今回の異常なほどの低投票率っていうのは偶然ではないだろうと。偶然ではないよと。意図的になされた、誘導されたんだということですね。それはなぜかと。これは自公政権と電通とマスコミ、特にテレビですね、NHKが在京の民放5社、これが全国のキーステーションになってますので、各県のテレビを管理支配してるんですね。一体となって投票率を意図的に下げるために、報道の数を大幅に削減したと。だからテレビが報じなければ選挙が盛り上がらないというのは当たり前なんですね。でこれの関連記事として日刊現代の上中下の上ですねの記事から抜粋したということで、これは同じやつ、失礼しました。そうですね、これはそうですね 10% ぐらい減ってんですね。いわゆる豪雨の被害を受けた鹿児島とか熊本とか宮崎とかあの辺は軒並みマイナス 10% になってるんですね。でも全国がマイナス 10% になるっていうのは要するに災害を受けたような感じじゃないですか。異常ですよねこれね。ジャニーズ吉本で大メディアが選挙報道をスルーし空前の低成長投票率という漫画というこれですね。で組織票を握るか自公与党に有利な状況をお膳立てしたのはテレビを中心としたメディアと
公示以降選挙のそっちのけでテレビをこぞって垂れ流していたのがジャニー喜多川の訃報や吉本興業の闇営業報道だったと。そうですよね。どうでもいいようなこと。で都合の悪い情報に神経を尖らせている安倍官邸の脅しに屈した印象と、総務省に許可権を握られているテレビ局は14年の衆議院選挙で自民党から選挙期間中における報道の中立性という選挙期間中における放送の効率中立を求められた。16年には総務大臣、これ総務大臣が停波を示唆するなど露骨な圧力を受けてきたと。でテレビ番組を調査分析する M データ社によると、地上波の NHK と在京民放5社の衆議院報道は激減と。公示日4日から15日までの選挙に関する放送時間は23時間54分、3年前に比べると6時間43分も減少したと。これは意図的ですよね。特にニュース報道番組の減少が目立ち、全体で約3割減、民放に、限っては約4割も減らしていると。ひどいもんですね。これが低成長率、低、投票率の原因だということです。から3つ目の理由として、野党がだらしないと。だらしないっていうか、争点をわざと外しちゃったということでしょうね。だからガチンコ勝負だった山本太郎令和新選組のように、安倍自公政権打倒と、ガチンコ勝負だということを最初からこの立憲民主党と国民民主党が掲げてですね、身をもって戦ってたら事態は違ってただろうということで、既存の野党がだらしないということですね。で2007年の参議院選の時は民主党は小沢一郎さんだったんですね。だから彼が自民党とガチンコ勝負してたんですね。だから彼の方に批判票が行ったんですよね。で今の枝野にしろ玉木にしろそういう戦う気概が全然見れないですよね。いろいろああだこうだ言ってるだけで、正面から掲げて身をもって戦っていたならば状態は違ってただろうということですよね。支持率が上がり、自公の票を大幅に減らしてたはずだと。枝野の動きも変だったと。あまりにも消極的で、そうですね、異常ですよね。異常な低
低得票率と投票率とから異常な消極さなの。で自公の比例得票数は前回より大幅に減ってんですね。自民党が240万票も減ってるんですよ。これでなんで勝ったって報道するのかと。公明党は100万票も減らしてるんですよ。おそらく次回は600万票を1回いかないかぐらいでしょうね。毎回50万から100万減らすんじゃないですか、公明党創価学会というのが今日のメインテーマでした。でまた明日ですね、この続きナンバー2をやりたいと思いますので、よろしければまた合流してくださいということですね。それで今日のトピックスは全部、選挙関係です。トピックス1、これ長州新聞。結果は自民党の参拝と政治不信の打開が課題にということで、非常に鋭い指摘してるんですね。参拝なんですよ、自民党。負けてんですよ。2つの意味で負けてるんですね。要するに自民党が9議席も減らしたということ。そして、改憲勢力としての自民党と公明党と維新の会合わせても3分の2に到達しないと。この2つでダブルで負けてるんですよ、今回の参議院選の本当の結果は。で2つ目も長州新聞。激震、走らせたれいわ新選組2議席獲得し政権要件を突破、国政変えるスタートラインに立つということで、私は10年以内に山本太郎内閣が誕生すると思いますね。だ今回間違わないようにしなくちゃいけないのは、過去2回のいわゆる政権交代ですけど、全部元の自民党出身者が政権交代の主役になってるから、結局本物の野党 100% 純粋野党じゃないんですよね。ですから今回次にやる政権交代は 100% 純粋野党だけでやるということが重要でしょうね。からハンギョレ新聞ですね。安倍首相参議院選挙で勝利、改憲発動の議席確保には失敗ということで、これでも勝利してないんですよ、ハンギョレ新聞。失敗してるんですよ。でこのハンギョレ新聞の中で日本の日本では衆議院の解散権は首相にあるって書いたんですよね。だからこれ間違いなんで、私はハンギョレ新聞に間違ってますよというクレームのあれを出そうと思うんですね。どこかこれは日本で衆議院解散権を首相にあると。これは間違いなんですよ。ハンギョレも間違ってるという。イルミナティ研究会さん、バーガミニの著書「天皇の陰謀」より、大衆は金で動かせる報道機関や広報と1000年以上も使われてきた出前屋の
気候によって左右される群衆でしかなかったと。これは昭和史について書いた本ですが、今の時代も変わらないですねと。まさにそうですよね。これはロシアイド革命、世界革命綱領25条の中に書いてありますよね。いわゆる情報の入り口と出口両方を抑えろと。負けたといえば石破あたりから安倍おろしが始まるから言えないのでしょうということですかね。あいつはあれですもん、事実を事実として絶対認めないですからね。嘘で、ごまかすというのが彼の本性ですよ。から会見だけは阻止した参議院与党過半数でも波乱の予兆ということは上中下なんですね。これなかなかいい記事ですよ。長いですけど、これが上ですね。から中、から下、下ですね。ぜひお読みください。そして最後に今日の注目情報、これも参議院選ですね。改憲勢力3分の2割れなのに安倍首相が橋本徹と民意無視の改憲議論、強要か、私の任期中に改憲実現明言の盗作というリテラですね。なんか昨日の夜どっかテレビに安倍が出て、橋本徹と会見は自分の任期中に会見やるんだということで、会見は必要ないよというのが民意なんだけど、あいつは関係ないですね。自分のやりたいことはやるということで、とんでもないやつなんですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が69分68分か10秒ですね。視聴されている方が同時期で74名様、全部で168名様、コメント64件ですね。ということで、現在日本時間で夜の10時27分ですね。始めが早かったんで、ちょうどいいですね、この頃終わるというのは。砂月さん、政党要件獲得でも新選組と社民党は政党討論に呼ばれずと。あ、そうか、国会議員じゃないから。で90何万票取った山本太郎が国会議員、参議院議員になれないっていう、この選挙制度自体がインチキですよね。この選挙制度を作ったのは自民党ですからね。ということで、お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。イルミナティ研究会さん、放送ありがとうございますと。砂月さん、お疲れ様でしたということですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね。ありがとうございました。ということで今日の放送終わります。また明日です。